いい感じに切れ、東北東を向いカビが生えやすいそうなの。柔らかくて美味しいです。ハサミなしで開封できます。5万円にしました。ブランチとお弁当を作ります。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。ハワイアンハウピアパイ1698円です。メルマガにも掲載されていましたケーキコーナーの新商品です。消費期限は1月29日です。購入日含めて4日です。直径は29センチです。たっぷりのクレームシャンティーの上にチョコチップのトッピング、チョコレートホイップクリームが一周していて映えてます。クリームばかりなのでしっかり冷やしてから下の生地を割り切るイメージでナイフを動かすといい感じに切れます。8分の1に切りますと 200g くらいなので614キロカロリーです。以降インフォメーションがなかったので正解かどうかは分かりませんが、硬いパートブリゼの上にチョコプリン、ココナッツプリン、クレームシャンティの4層にチョコチップが散らしてあります。パイというよりはタルトって印象です。ココナッツプリンはゼラチンプリンだと思います。滑らかな舌触りです。乾燥ココナッツのような繊維感はありません。プリンだけで食べるとココナッツ風味はしっかりありますが、チョコプリンやチョコチップ、チョコクリームなどチョコ風味もしっかりなので両方のバランスが取れています。チョコチップのカリッとしたアクセントも心地よいです。ココナッツ風味が苦手な娘もこれは美味しいと言っていました。クリームばかりな割には軽い味わいと食べ始めには思いましたが、フルーツの酸味が効いたタルトとは違い、だんだんと甘く重く感じてきまして、さすがに8分の1サイズでは食べ飽きましたし、614キロカロリーという破壊的なカロリー、これね後で知ったんですけれども後悔しました。他は12分割にしました。ちょうど良いサイズの保存容器が見つからず、いわきのパックレンジだと高さが足りませんでした。こういう場合は爪楊枝を立ててからラップするか、無理やり蓋をします。冷凍分はラップしてコンテナに入れました。恵方巻き4種類2580円です。また値上がりです。消費期限は当日です。今年もネギトロ巻き、サーモン巻き、田舎巻き、海鮮巻きが1本ずつです。ガリと醤油は1個ずつ、わさびは2個です。今年は東北東を向いて丸かぶりだそうです。海鮮巻きはマグロ、サーモン、イカ、エビ。今回はイクラもしっかり主張しています。昨年は両端に大葉の切れ端が小賢しくくっつけてあっただけでしたが、今回はちゃんと大葉が入っています。海鮮に大葉がないと寂しいのでね。田舎巻きには卵焼き、しいたけ、ごぼう、人参、かんぴょう、高野豆腐、おぼろです。サーモン巻きはがっつりサーモンを食べたい娘の大好物です。今回はネギトロ巻きがスカスカで、大葉とネギがポロポロこぼれて食べづらかったのが残念ポイントです。でも昨年の大幅値上げの割に品質を落としたものに比べれば満足度は高いです。販売は2月3日までです。カークランドシグネチャーグラナパダーノパウダー1498円から320円オフは2月1日までです。グラナとは粒状のという意味で、イタリアのハードチーズグラナパダーノの粉チーズです。原産国はイタリア、賞味期限は2月9日です。約2週間です。大さじ1ですと 5g です。パルメザンチーズよりも塩味がマイルドなのでたっぷり振りかけて使えます。カビが生えやすいそうなのでジッパー袋に分けて保存して冷凍もできますけれども、もうガンガン使っていきます。パスタはもちろんのことですが、炒め物にかけたり焼き物にかけたり煮物にかけたりします。砂糖の切り餅1本10本入りが8袋1880円から500円オフは2月4日までです。メルマが掲載品です。製造は新潟県。賞味期限は来年の10月です。約1年9ヶ月です。
長いのでローリングストックに向いていますね。コストコでは年末から見かけましたが、私は初購入です。スティックタイプのお餅でディップしながら食べられるみたいですけれども、オーブントースターで膨らむまで焼いてくださいって書いてあるので、手で持つには熱そうですし、柔らかくなってそうな気もしますよね。ディップどうなんでしょうね。しかもいちごジャム試してみます。1本ずつの個包装です。長さは11センチ、15ミリ角のスティックです。トースターで3分ほど焼くと膨らんで転がります。少し冷めれば手で持てますね。王道のあんバターといちごジャムもつけてみました。思いのほかジャムが硬かったのでグリグリしちゃいましたが、ディップできました。思えば米粉パンにもジャムをつけるので今更なんですけれども合いますね。私にとってはお餅にいちごジャムは新発見でした。なんだかんだ家族に人気なのは肉巻きです。切り餅1本にカナダ産三元豚バラしゃぶしゃぶ用を巻きつけて、クッキングホイルを敷いた耐熱皿に並べます。200度に予熱したオーブンで15分焼いたら取り出して合わせておいた調味料をかけます。さらに200度で5分焼いたらグラナパダーノパウダーをかけます。柔らかくて美味しいです。長崎五島列島島すり身1280円から200円オフは2月1日までです。メルマが掲載品です。アジとアゴがそれぞれ 300g ずつです。消費期限はあさってですけれども、まだ凍っているのでとりあえず冷凍室に入れておきます。つみれ汁もいいんですけれども、今回は揚げます。アゴを水につけて解凍しました。袋はハサミなしで開封できます。ボウルに卵と生姜、解凍したアゴ、ささがきのごぼうを入れます。ごぼうは湯通ししてから冷凍しておいたものです。アゴには塩、砂糖、バレーショでんぷんも入っているんですけれども、卵を入れたせいで緩かったので片栗粉を小さじ2追加しました。油で揚げます。180度の油に種をスプーンで丸めながら落としていきます。途中空気に触れさせながらじっくり揚げます。カラッと中はふんわりと揚がりました。レモンを絞っていただきました。16個できましたが、もう3人でペロッと食べちゃいました。オーガニックビーンズパック2種類が6個ずつ1298円です。1パックは 390g 入りで 108.16 円です。原産国はイタリア。賞味期限はひよこ豆が来年の6月、赤いんげん豆が来年の5月です。どちらも水煮なのでそのまま食べられます。レッドキドニーはぜんざいのような香りがします。ドライパック缶のものよりも柔らかいように思いました。塩は少し入っていますが、豆の味しかしないので調理もしやすいです。いつもならサラダかスープですが、今回はちょっと和風にごま和えにしました。レッドキドニーの水分があるのでわかめはそのまま入れます。砂糖、だしの素、醤油、すりごまを入れて混ぜて、カニカマもほぐして入れました。しばらく置いてわかめが柔らかくなったら出来上がりです。ひよこ豆は大豆と似ているのでひじき煮にも合います。ブランチとお弁当を作ります。雑煮用にだしを取ります。鍋に水とだしパックを入れて火にかけます。4分煮出している間に野菜を切ったり他のレシピを進めます。里芋を皮を剥き傷んでいるところも取って半分か大きめのは3つに切ります。塩もみして洗います。厚揚げは食べやすい大きさに切り熱湯をかけておきます。耐熱ボウルに里芋とひたひたに水を入れて専用の蓋をして600ワットで5分加熱します。取り出して厚揚げとめんつゆを入れます。軽く混ぜたら蓋をして600ワットで5分加熱します。里芋全体に火が通って味が具材になじめば出来上がりです。里芋をレンチンしている間に炒め物を進めます。豚バラ肉は5つに切ります。
サンフラワーオイルをフライパンに引き、豚肉を焼きます。豚肉にあらかた火が通ったら、余分な油はキッチンペーパーで拭き取ってひよこ豆を入れます。リーペリンウスターソースとグラナパダーノパウダーをかけて絡めます。お雑煮を仕上げます。だしパックを取り出したら、白菜、ネギ、しめじを入れて味噌を溶きます。半分に切った切り餅1本を入れて煮込んで、具材に火が通れば出来上がりです。それぞれを器によそって朝食の完成です。娘の熟弁にはおにぎりを入れて同じおかずを詰めました。今週のお酒はキリン一番搾り糖質ゼロです。キャンペーンでいただいたのでコストコとは関係ありません。メニューは餅の豚肉巻き、赤いんげん豆とわかめのごま和え、島すり宮子のごぼう揚げです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。